はい、こんにちは、和之助と申します。今回はですね、こちらデルの14インチノート PC を購入しました。というのも、10年前から使っていたデルのノート PC が故障してしまい、一応電源は入るんですが、充電用のコネクターがいかれて満充電ができなくて、AC アダプターが刺さってないよっていうエラーが出るようになりました。ちょっと分かりにくいんですが、何度も足を引っ掛けてしまってコネクタ部分がぐらついています。バッテリー交換とかもしたんですがダメでした。ほぼこれが原因だと思います。一応立ち上がりはしますが、電力不足による速度制限で全く使い物にならなくなりました。ということで新たに購入したのがこちらです。目的としては YouTube を見たり Excel、Word とか、あとは動画編集がストレスなくできること、あわよくばゲームもできればいいなという感じですね。ゲームができるかは置いておくとしても、パソコンって安易に安いものを購入してしまうとスペックが足りなくて後悔してしまうものが結構売っています。それで価格と性能面でコスパの高い PC を探していたら、今回もデルのパソコンになりました。この後性能を見ていきながらパソコンを選ぶポイントなんかも話していきたいと思います。あとですね、このチャンネルではガジェットやパソコン関連の動画を上げていきますので、もしよろしければぜひともグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは開封していきますが、箱は簡素化されていて、開けると直でパソコン本体が入っています。個人的には中身さえしっかりしていればいいので、むしろこういうことでコストカットにつながるのならいいのかなと思います。中身も至ってシンプルで、パソコン本体の他には充電用のケーブルが入っているだけです。それではこのデルのノートパソコンの特徴をご紹介いたします。商品名はデルのインスパイロン14ノートパソコンです。モニターサイズは持ち運びに便利な14インチ、大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズで、重量は 1.5kg と軽量な部類です。解像度はアスペクト比16対10のフル HD プラス 1920×1200、 通常のフル HD は 1920×1080 ですが、こちらは縦の表示範囲が少し広くなります。最近のノート PC はこちらの解像度が多く見られます。あとですね、この機種上位機種とか Apple の MacBook とかによく搭載されているサンダーボルト 4.0 を搭載していて、ケーブル1本で 4K モニターへの出力と充電が同時にできたり、最大 100W での充電ができます。ということでモニターを準備したので、実際に映像出力をしてみたいと思います。電源はモニターのコンセントから取ります。あとモニターは Type-C の映像出力に対応したものが必要になります。私の動画でもいくつか紹介しているので、興味のある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。こんな感じでケーブル1本でつながるので、見た目もすっきりしていいですよね。電源はモニターのコンセントから取っています。使用感も HDMI ケーブルで映像を映した時と変わらないので、個人的にはサンダーボルトが搭載されているパソコンはおすすめです。こんな感じでモニターに映像を映しつつパソコンに充電することはできます。ちょっとゲームもやってみましたが、特に遅延等なく快適にできます。その他 Bluetooth も使えるので、こういったコントローラー含め Bluetooth 製品が使えます。最新の Wi-Fi 6E という規格にも対応しているので、高速かつ電波干渉の少ない 6GB 帯の電波も使うことができます。ついでにこんなものも一緒に購入したので軽く紹介しておきます。これ何かというと、ノートパソコン用のスタンドなんですが、これちょっと変わっていて、こんな部品がついています。組み立てるとこんな感じになります。縦置きだとノートパソコンの他にスマホとかタブレットなど最大3台まで置くことができます。そしてこれ横置きにすることもできます。ここでさっきの部品が活躍します。私の場合ですね、動画編集しながら調べ物して2画面使うので、結構これが役に立ちます。こんな感じで縦置きでも横置きでも使えるのが便利です。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。話がそれてしまいましたが、他にはデルのノートパソコンは普通に音がいいです。前のノート PC も結構音が良くて、実際公式でも高品質なサウンドを歌っていたりします。フル HD のウェブカメラも内蔵で、そのままテレワークなんかにも使えます。そしてこの機種指紋認証がついていて、 Windows のログインとかパスワード入力が省略できて、これが意外と便利でした。ということで特徴をまとめたので、購入の際の参考にしてみてください。外観は薄型でアルミ素材を使っています。キーボード部分もアルミ素材で、バックライトもついているので見た目も良くて、暗い部屋でもキー入力ができます。文字の部分も透過するので結構綺麗に光ります。こんな感じで外観は結構高級感があります。
10年前のデルのノート PC はほぼプラスチックだったので、それと比べるとかなり高級感があります。ただ背面はプラスチックを使っています。この辺はうまくコストダウンしている感じですね。サイズも15インチと比べると一回り小さいです。最近ではあまり使わなくなった光学式ドライブもないので厚みもかなり薄くなっています。左側には電源ポートと HDMI、USB 3.2、あとはサンダーボルト 4.0 となっています。右側には SD カードスロットと USB 3.2、そしてイヤホンジャックがあります。それではスペックを見ていきます。 CPU は最新の第13世代のインテル CPU、 インテル Core i5-1335U ですね。グラフィックは CPU 内蔵のインテル Iris Xe グラフィックス、OS は Windows 11 Home、そしてメモリーは 16GB です。そしてこれが結構重要で、個人的に 16GB は必須です。なぜかというと Windows って動かしているだけで 8GB 近く使うからです。ちなみにこれはパソコンを立ち上げただけのアイドル時ですが、この時点でメモリーの使用量が 7.9GB で、8GB だったとしたらほぼメモリーを使い切ってしまいます。メモリーが足りなくなると他の作業をした時に確実に動作が重くなるので、メモリーは 16GB がおすすめというか必須です。ストレージは 512GB、この辺は足りなければ外部ストレージなんかで対応は可能です。スペックはこういう感じになっていますが、実際のところこの性能でどこまでできるのかこの後見ていきたいと思います。それでは見た目も大事ですが、やっぱり性能ということで、まずは CPU 性能から見ていきます。計測はシネベンチの最新版シネベンチ2024が出ていたので、これでテストします。2024になってグラフィック性能の計測もできるようになったみたいなんですが、この機種の場合グラフィックの計測は非対応だったので、後でベンチマークを動かしてみます。ということで結果はマルチコアの性能が403、シングルコアの性能は97、 MP レシオが 4.16 となりました。 MP レシオっていうのは CPU のシングルコアに対してマルチコアのスコアが何倍になるかを示したもので、倍率が高い方が CPU の性能を引き出せているということになります。それでは比較対象として性能が近い MacBook Air の M1 チップと比較していきます。ではまずマルチコア性能から、この M1 チップよりも若干性能が低いといった感じですね。そしてシングルコアの性能も見てみると、やはり若干 M1 チップの方が高いですね。でも価格を考えると妥当というか十分な CPU 性能だと思います。そして MP レシオですが、 M1 チップの方がやっぱり CPU 性能を活かせていますね。ということでね、数値的にはこんな感じでした。そして次はドライブの速度を見ていきます。 SSD なので速度は特に問題ないと思いますが、 C ドライブの速度を測ってみます。 SSD は Windows とかアプリケーションの起動が速くなるだけでなく、物理的に衝撃にも強くて、静音で消費電力も少なくて、バッテリーが長持ちでメリットだらけです。一昔前はハードディスクが主流でしたが、価格もだいぶ安くなって今では SSD 一択です。結果はこんな感じで十分な速度が出ていると思います。それではゲームができれば性能面において困ることはないかなということで、ゲームのベンチマークを回してグラフィック性能を見ていきたいと思います。まずは最近 YouTube の広告なんかでよく出てくるブループロトコルのベンチマークを動かしてみます。設定は低画質フルスクリーンで動かしています。序盤は割とスコアが安定していました。そしてこういった激しい場面なんかは一部フレームレートが落ち込むところはありますが、なんとかプレイできそうな感じではあります。そして結果は設定を変更推奨ということでしたが、普通にプレイできるのがスコア6000からなので、もう少し設定を下げれば快適にできると思います。そして私よくやっている Apex ですね。フレームレートが非常に重要な FPS ゲームです。設定はもちろん低設定フル HD で設定しています。最低限必要なフレームレート 30fps を切ることはなかったので、普通にプレイできました。Apex って設定下げてもグラフィックがそれほど悪くならないので、大画面のモニターつなげれば普通に快適にプレイできると思いました。
続いて重たいゲームの代表格 FF15 ベンチを動かしてみます。設定は低設定フル HD で動かしています。ダメ元で動かしていますが、予想通りスコアの上がりはねやっぱり悪いですね。はい、で2016年末に出たゲームなんですが、未だにベンチマークとしてねかなりお世話になっています。はい、結果は重いという結果になりました。快適ではないですが、さらに設定下げてなんとかプレイできるかなといった感じです。それでは最後に割と最近出たゲームワンピースオデッセイをやってみます。低設定で普通に画質も良くプレイも問題なくできました。FPS も30から40で安定していて、意外と普通に動くなといった感じです。ということで今回はデルの14インチノートパソコンインスパイロンをご紹介しました。スペック的には普段使いであればストレスなく普通に使える性能を持っています。その他サンダーボルト 4.0 を搭載してウェブカメラとマイクもついて、この PC があれば大抵のことはできます。アルミボディで見た目も良くてコスパは最強です。個人的には2023年本当に買ってよかったなと思ったのですごくおすすめ。ノート PC を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。それではこの動画は以上となります。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。